スカイリムをあかねちゃんが破壊する。今回は番外編です。やあ、闇のやり込みプレイヤー、あかねちゃんやで。付き添いの葵です。葵、ついにうちは成し遂げたんや。何を？ついに吸血鬼治療後も聖職者吸血鬼を維持する方法を見つけたんや。それは前回やったでしょ。前回紹介した聖職者アンデッドになる条件やけどな。あれ間違いやったわ。あれだけ堂々と宣言しちゃったのに。そうや。そして今度こそ正しい条件が分かったんや。おう。というわけでこの動画では聖職者アンデッドになるための真の条件について解説していくで。破壊魔法とか関係ないから今回は番外編ということでよろしくな。ほんじゃ、聖職者アンデッドについて軽くおさらいしておくで。吸血鬼治療後も聖職者吸血鬼を維持した状態だよね。まず言葉を整理しよう。聖職者アンデッドっちゅうのは2つのバグの複合技なんや。1つ目は聖職者の効果の対象が自分にも及ぶというバグ。そして2つ目は吸血鬼治療後もアンデッド状態が持続して永遠に治せないというバグや。2つ目のバグはアンデッド残存バグとでも言うべきものや。聖職者アンデッドっちゅうのはこの2つのバグを組み合わせて吸血鬼治療後も聖職者のボーナスを得続けるテクニックの名前やと解釈しよう。つまり、この動画で解説するのは、アンデッド残存バグを起こす条件っちゅうことになる。なるほど。前回の解説では、聖職者と吸血鬼、両方を満たした状態で何かしらの魔法効果を受ければええっちゅうだが、実はこれは数ある方法の一つでしかない。もっと範囲を広げて言うと、吸血鬼状態でアンデッドに有効な魔法を受ける。これが、アンデッド残存バグを起こす方法や。聖職者取得後にプチ装備をつけたりする他にはドーンブレイカーの爆発やステンダールのオーラでもアンデッド残存バグを起こせることを確認済みや。なぜこんなことが起こるのかうちの予想なんやけど、吸血鬼になった直後はまだアンデッドにはなってないんやないかと思う。吸血鬼になった後にアンデッドに有効な魔法を受ける。この瞬間に初めてアンデッドになるっちゅうのがうちの予想や。せやから吸血鬼になった後に何の魔法も受けずに治療してもアンデッド残存バグは起こらんっちゅうわけや。なるほど。吸血鬼になった後にアンデッドに有効な魔法を受けると吸血鬼を治療した後もアンデッド状態が残存し続ける。ここまでの話って筋が通ってるし、実際にそれでアンデッド残存バグを起こせたから前回動画にしたんやが。実はあの後この説明を覆す反証が見つかったんや。まあ簡単な話や。吸血鬼になって聖職者を取ってプチ装備を付け直して吸血鬼を治す。こういう手順を踏んでもアンデッド残存バグが起こらない場合があったんや。あれ？このデータは視聴者さんからウッドエルフでやってみたらできなかったというメッセージが来たからそんなバカなと思って試してみたデータなんやけど、確かにこのデータでは何度同じ手順を繰り返してもアンデッド残存バグは起こらなかったで。種族が関係あるの？いや、そうやない。試しにセーブデータを遡ってみたら、ある時点からアンデッド残存バグが起こらなくなるということが分かった。ここから先は検証のためにコンソールコマンドを多用するから、そのつもりでな。で、このセーブデータから始めて吸血鬼になって聖職者を取ってプチ装備を付け直して吸血鬼を治すとアンデッド残存バグが発生する。ところが、この1個上のセーブデータから始めると同じ手順を踏んでもアンデッド残存バグが発生せん。なんで？その理由なんやけどな。ほんま大変やったで。よくこれ気づいたなと自分で自分を褒めてやりたいわ。聞いてないよ。いろいろ試した結果、時間と場所が関係してるということまで分かったで。アンデッド残存バグが発生する方のデータをロードして少し放置してから待機で時間を飛ばして吸血鬼か、その後聖職者を取ってプチ装備を付け直す。するとアンデッド残存バグは発生せん。何もしてないのに。そうや、何もしなくても少し放置するだけでアンデッド残存バグは起こらなくなった。確かに時間が関係してるとしか思えないね。ところが同じデータをロードした直後に建物から出て同じ手順を踏むとアンデッド残存バグは発生する。つまり平成の間でしばらく放置する。これがアンデッド残存バグが起こらなくなる条件や。そんな条件あり得るの？あり得るわけないやろ。あり得るわけがない。せやけどそうなっとる。ありえそうな可能性を全て排除していった結果、絶対にありえない可能性だけが残ってしまった。それでも、どんなにありえなさそうに見えても、残った可能性が真実なんや。さすがに場所が関係しとるとは、うちも思えんかったから、
次に考えたのは人物に関係しとるんやないかということや。このデータをロードした直後はドレビスはおらんのやが少し待つと入ってくるんよな。せやからうちはドレビスが何か影響を与えとるんやないかと考えた。なるほど。というわけでドレビスが来るまでちょっと待つで。ところで葵。コレットって回復魔法の先生やったよな。回復魔法にこんなんあったっけ？これは変性魔法でしょ。なんて魔法や？生命探知。そう、生命探知や。うちはさっき吸血鬼になってもアンデッドに有効な魔法を受けるまではアンデッドになっとらんのではっちゅう話をしたよな。これはな、聖者についても言えることやったんや。つまり、ゲーム開始時点では、プレイヤーは聖者ではなく、聖者に有効な魔法を受けた瞬間に、初めて聖者になるっちゅうことや。へえ。今回の場合で言うと、コレットの生命探知を受けた瞬間に、初めてこのキャラは聖者になったわけや。そして、これは、アンデッド・ザンソンバグと同じく、解除不可能なんや。聖者の有効な魔法を受けた瞬間に聖者として固定されてまうからアンデッド・ザンソンバグが起こらんかったんや。じゃあコレット先生の生命探知がアンデッド・ザンソンバグが起こらなくなった原因や。マジか。これまでアンデッドに有効な魔法、聖者に有効な魔法っちゅう言い方をしてきたが、これは正確やない。正確にはアンデッドと聖者を区別する魔法や。つまり、非吸血鬼時にドーンブレイカーの爆発やステンラールのオーラを受けても聖者であることが確定する。そしてこれが聖職者アンデッドがこれまで発見されんかった理由でもある。どういうこと？ところで葵、聖職者吸血鬼ってなんで聖職者吸血鬼なんや？別に吸血鬼聖職者でもええやん。聖職者を先に取った方がいいからじゃない？そう、聖職者から先に取った方が得られるボーナスの種類が多くなる。だから、ほとんどのサイトや動画で、先に聖職者を取った方がええと紹介しとる。せやけど、非吸血鬼で聖職者取得済みのキャラが自分に魔法を使ったらどうなる？どうもならないでしょ。そうやない。聖職者を取得した瞬間から、プレイヤーが使う魔法すべてがアンデッドと聖者を区別する魔法になる。つまり、非吸血鬼で聖職者取得済みのキャラが自分に魔法を使うと、その瞬間、そのキャラは聖者として固定される。そして、これは魔法だけじゃなくて、プチ装備をつける、薬を飲む、祠を調べるといった聖職者吸血鬼の恩恵を受ける、すべての行動に言えることや。つまり、聖職者を先に取得すると、その後吸血鬼になるまでの過程で、聖者に固定されてしまう可能性が高い。これまで、聖職者アンデッドが発見されんかったのはな。ほとんどのサイトや動画で、聖職者を先に取得することを推奨しとるからやったんや。そうだったんだ。ほんじゃ、まとめに入るで。ゲーム開始時点では、プレイヤーは、聖者でもアンデッドでもない。聖者とアンデッドを区別する魔法を初めて受けたとき、吸血鬼だと聖者に、吸血鬼だとアンデッドになる。先にアンデッドになれば、吸血鬼治療後も永遠にアンデッド状態が持続する。これを、アンデッド・ザンソンバグと呼ぶ。先に聖者になってしまうと、吸血鬼治療後は聖者に戻ってしまい、永遠にアンデッド・ザンソンバグを起こすことができなくなる。そして、アンデッド・ザンソンバグを安定して起こす方法やけど、吸血鬼になる前に聖職者パークを取らない。平成の間には入らない。ドーンブレイカーは使わない。ここら辺のことに注意してれば大丈夫やと思うが、ヘルデン脱出直後に吸血鬼になっとくのが安定やな。吸血鬼になった後、聖職者を取得して、プチ装備をつけるなどして、アンデッド状態を確定させる。その後、吸血鬼を治療すれば、アンデッド・ザンソンバグにより、アンデッド状態が持続する。こういう手順を踏めば、吸血鬼治療後も、聖職者のボーナスを得られるで。聖職者吸血鬼の場合は、吸血鬼になるときに、聖職者かどうかで受けられるボーナスの数が変わるんやが、聖職者アンデッドの場合は、吸血鬼を治療するときに、聖職者かどうかが重要になるで。最大限ボーナスを受けたいなら、聖職者のパークを取得した状態で、吸血鬼を治療すればええ。以上が、アンデッド・ザンソンバグを起こす方法と、それを利用した聖職者アンデッドの解説や。今回の内容は、今度こそガチのマジの新発見やから、番宣に番宣を期すためにな。他のスカイリム投稿者さんに、検証をお願いしたで。今回検証をお願いしたのは、カジートで様々な縛りプレイを YouTube に投稿していらっしゃる、シャキタ &SO トトド様と、アイテムコンプリートを目指す、バニラの全てを手に入れたい東北キリタンをニコニコと YouTube に投稿していらっしゃる、モグリ様の両名や、このお二方からお墨付きをもらえれば、この使用を疑う人はおらんやろ。間違いないね。
シャキタ &SO ドドド様は PS4 版 AE で、モフリ様は PC 版 SE で、吸血鬼化後に聖職者を取得し、その後不死装備をつけた場合と、吸血鬼になる前に聖職者を取得し、不死装備をつけた場合、それぞれの吸血鬼治療後に聖職者ボーナスが残るかどうかを確かめてくださったで、うちの解説が正しければ、前者では聖職者ボーナスが残って、後者では聖職者ボーナスは残らんはずや。そして、シャキタ &SO ドドド様、モフリ様による検証の結果、この通りの結果になったという証言をいただいたで。おう、どうや、見たか。うちにはこのお二人がついとるんやで。矢でも鉄砲でも持ってこい。他人の家を傘に切るな。でもじゃあ、お姉ちゃんの解説は正しかったんだね。目に見える動作では、今のところ、この解説を覆す現象は起こっとらん。ただ、モフリ様の調査によると、もうちょっと複雑なことになっとるらしい。まあ、これはあまりに複雑すぎるから、ここでは語らんけどな。せやから、実際のゲーム上で、この解説を覆す現象は確かめられなかった、という言い方に留めておくで。シャキタ &SO ドドド様、モフリ様、この度は、急なお願いにもかかわらず、快く検証を引き受けてくださり、本当に、ありがとうございました。なあ葵、いろいろ考えたんやが。シュレディンガーのドバキンっちゅうのはどうや？何が？名前やけど、この仕様の、これの名前は別にいらないでしょ。いや、でも、聖職者アンデッドを安定して利用するには、シュレドバの理解が必要やし。そんなことよりお姉ちゃん、アンデッド残存バグが起こらない場合があるってことは、前回の解説と食い違うよね。何か言うことがあるんじゃないの？そうやな、こういうのはしっかりしとかんとな。前回 AE で追加された杖だと解説した今幕の杖ですが、コメントにてご指摘いただいた通り、正しくはバニラから存在する杖でした。間違った情報を発信してしまったことをお詫び申し上げ、訂正いたします。よし。そこ、他に何かあるか？聖職者吸血鬼が解除不可能ってやつ、それを間違いやって言うなら、聖職者吸血鬼が解除されるっちゅうのも、また間違いやろ。どっちも正しかったんや。吸血鬼を治療すれば聖職者のボーナスを得られない。吸血鬼を治療しても聖職者のボーナスを得られる。どっちも正しかった。ただ、条件がわからなかった。それだけの話なんや。せやから、これまで聖職者吸血鬼は解除されると言ってきた人たちに謝罪を求めたりするべきはない。そうやな。確かにそうだね。そして、うちに対してもまた、謝罪を求めるべきやないというわけや。というわけで、今回の動画は以上やで。ご視聴ありがとうございました。検証にご協力くださった、シャキタ &SO ドドド様、モフリ様、重ね重ね、ありがとうございました。そして、コメントやツイッターで情報を提供してくださった視聴者の皆様の情報がなければ、改めて調査することもありませんでした。貴重な情報を提供してくださり、ありがとうございました。ほんじゃ、今度こそ終わりや。よかったらいいねよろしく頼むで。YouTube の方は高評価お願いします。ではまた次回。